里見静子さん、当時18歳。爆心地からおよそ2キロ離れた船入川口町の自宅で被爆。髪の毛を解こうとしていた時、爆風で吹き飛ばされました。避難途中に見た悲惨な光景、そして可愛がっていた妹勝子さんの死に今も心を痛めています。もう金輪際戦争は嫌ですと里見さんは語ります。前田の家族はね、あの子たちの母が亡くなりましてからね、父とそれから長男とこの人が次男です。そして三男とそして勝子と5人だったんです。それで母が向こうのお母さんが亡くなりました時に母がその前から預かってたんです。そしたら戦争が激しくなったから危ないし、そして子供の面倒を見なきゃいけないし、そしてこの人たちをね学童疎開さすのはかわいそうだから親戚預けたいので、今度全部鍛冶屋町のお店払ってあそこの今の川口町へ移ったんです。船入川口町です。船入川口町は私が島根から出てきて、私とそれから母とで姉と弟とお父さんと勝子と、そして長男は宮島行ってましたから一緒にいませんでした。でそこの電車道に向かって角のうちでした。でそこで原爆に遭いました。5日に勤労奉仕に来ましたから、私はお隣のお向かいさんと交代しましたからね、名を逃れたようなもんですけれども、ひどい光線でしたからね、それはもう今までも見たこともないような光でした。で私の肩に勝子が捕まってましたからね、ちょっと母ちゃん待ってね、お姉ちゃんカンカンとかしてねって腰を頭に当てるか当てないかにピカーッと、その光っていうものはもう本当にこの間見たこともないような光でした。でその光の瞬間にどこ行ったかわからない。で母が外で見てたそうです。職人さんと一緒に話してて、そしたら私と勝子がバーッと宙に飛んだそうです。それで飛んだのはわからないんです私は。そして硬いものに当たりましたからね。ほんでもう私ダメだってもうダメって、そしたらもうすっごくもう雨やられていろんなものが落ちていく。ほんで頭に当たりますからね、頭をこうして押さえて、そしてじっとしてましたら母がね「そこにいたら危ない!」って言って、それ母の声でびっくりして見ましたら、母はもう勝子を抱いてました。でその勝子もこの頭の後ろ頭をこの人差し指の長さぐらいで、幅もこれぐらいでガラスの焦げがダイヤのガラスが 4個入ってました。で腰をやられてましたからね、立つことができなかったです。で危ないから言って、さあ逃げましょういう時に、なんで逃げたらいいかわからないもんですから、父がね自転車にリヤカーをつけてたんです。でリヤカーはそこお母さんここリヤカーがこれで逃げよう言って、それでそこまで運んだのはいいんですけどね、板ですからね、痛いだろう思ってちょっと待って言って、それから今度縁側は足を上げた途端に足の裏なんか立って痛かったもんですから、ひょっと見たら裸足でしょ。ほんで犬を見たら白と黒のズックがあったんです。それが後で気がついたら左ばっかりの靴だったんです。それも分かりませんからね両方その靴履いて何の違和感もないです。そして今度上に上がってお布団があったもんですから、それを振るって、それでリヤカーの板の上引いて、そして弟と勝子と母と3人を乗せてリヤカー引いて電車道まで出ました。でもう電車道で行ったらもうすっごい人です。それがみんな傷だらけです。そうしてね4、5歳ぐらいの男の子がね「お母ちゃんお母ちゃん」って泣きながら走っていくんですよ、エヴァの方に向かって。それね
助けてあげることもどうでできないんですよ。私がたくさん連れてますでしょ。そしたらね、若いお母さんです。髪の長いお母さんで赤ちゃんを抱っこして赤ちゃんおっぱい飲ましてるんです。それがね、なんかブツブツブツ言いながら目がちょっと見えなくなっていたみたいです。そしたら長い髪がだーっとそれ血が刺さってるんです。赤ちゃんの胸の上その血が落ちてるんです。それもどうしてあげようもないんですよ。そうやってもうしようがないから見習いしていこう言って今まで行ったらもう突き当たりですからね。それから滝やぶの方行こう言って滝やぶ行って、それからそこにここにいれば空襲は免れるだろうから言って、それで弟に母がね、あんたね陸軍病院がここから近いから行っておいでって行かしました。いつまでたっても帰ってこないんですよ。どうしたのかな言ってたら帰ってきて、ひどい人よってとっちゃまで花が見てもらえそうにないって言ってから、そして母がね、あんたはね歩けるから勝子を連れてね病院行ってやってくれって言ったから、でね頭と腰やられてますから首とその足のここだけしか抱えられないんです。急にこうしてから帰って、そしてずっと幹線道路まで出ましてね、そしたら出たらもういろんな人の傷だらけの人がいて、そしてね私の後ろを歩いてて、その人がね頭から全部丸焼けです。それでねじゃがいも皮むってる顔がぶら下がってるんです。でこの中はねソーセージのあれみたいなような中が見えるんです。すっごいその人がね踊れ踊れって言うんです。私何言ってるのかわからないんです。そうしたらこうしようかしようこうしようこうしようかってなるんですよ。で鐘を叩くんです。そうしてね抱いてますから重たいですからね逃げ場がないんですよ。そしてね右側は原っぱになっていて向こう側が小高い山でして、そこ横穴が掘ってあったんです。それで元気な人みんなそこへ逃げるんです。そしてこっちに30センチぐらいの側溝があるんです。その側溝の向こうが1メーターぐらいの石垣なの。その石垣の上が高粱畑になってるんですよ。でその高粱畑みんな元気な人はみんな逃げるんですけど、私抱いてるから逃げられないですよ。で二度にこうして私もうその子おぶさるようにして、そしたらその途端に男の人がバターンってそこ倒れたんですよ。どうしてあげることもできないですよね。それでもうしようがないから、そしたら介助って言いましたからすぐ病院連れて行ったら赤チンつけてゲートル巻いてくれました。包丁の代わりに。そしてそれから連れて帰って、母がもうこれは夕方になるからその出る時にね隣はもう火が燃えてましたからね。でもううちの家も焼けてるだろうから、でも庭に防空壕があるから何か食べるものがあるかもわからないから帰ってみよういうもんですから、またリアカーね、それが爆風で自転車のタイヤがはじけて呼吸がないんです。それやっぱりバカ力って言うんですね。それ引っ張ってでその重たいとも何もなんですよ。またねじゃあ帰りましょうって帰りかけて大方川口町へもちょっとで近いよところにで母が急に「お種さんお種さん」って大きな声をおらぶんですよ。で私何を言ってるんだろうと思ったら「お種さんお種さん」って4回おられました。そしたらねその方がドンゴロスの袋を右の手にこうかけて、そして髪をバサバサで、そしてもう傷だらけで、そしたら女性ですよね、お尻を隠すいうあれがあるんですよ。ワンピース着てるのがボロボロなんですよ。それでそれをね残ったところだけこうしてつまんでお尻こうして抱えてね片っぽを裸して片っぽ限定履いてるんです。そして母がそう言って呼んだらね「丸一のお坊さん」言ってね母の商売してた時のお店の名前で「丸一のお坊さん」言って「あんたどうしたの?」言ったらねそれ飛ばしの人だったんです。あそこもめちゃめちゃよ言って、だからね行くところがないから行こうよっていうか、それで母がねじゃあうち行こう言ってね、うちも焼けてるかわからんけども防空壕に食料少しあるからうちまで帰ろう言って、それでまたその重たいリヤカーにその方を乗せて4人乗せて引っ張って歩くのね、もう精一杯でしたね。うちまで帰りましたら父が帰ってました。その時ね勝子がお父さんの顔見た途端にね「お父ちゃん」言って言ったのがその子がこの世で最後の言葉でした。
それはもう一生私の胸から離れないですね。で私に座りつくように抱かれてたのが、お父さんの姿を見たらね、本当にね、もう渾身の力だったんだろうと思うんですよ。それが最初で最後の言葉になりました。それから一言も物を言わずね、3日間苦しみましたね。そして寝るところがないですからそうしたら元の職人さんがやっぱり原爆でやられて前田さんって頼ってこられたもんですからね、6畳6畳一間なんですよね。それでそこで寝なきゃもうこっち8畳も全部ダメですから、6畳の屋根が半分残ってもう4畳半は全部ダメですからね。それでお父さんどうかしないと寝るところを作らないといけないねって言ったら、そうだなしず子、それじゃあ畳があるけでもお父さん畳はガラスや木がいっぱいよって、ほいで動かして叩こうって畳4人で動かして叩いて、ほいで竹ぼうきで吐いて、で私どうもでもお父さんなんか入るようだからあそこにあるのお布団振ろうてお布団しこいて6畳へお布団全部引いて、そのお谷さんいう人と母と弟と勝子と4人寝せましてね、父と私は縁側乗りましたら、佐々木さんいう人です。前田さんちょっと休ませてって来られましたからね、あんたも怪我したんかって父が「まあいいよ」って、そしたら一晩中その人ねゲー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 真っ暗な硫黄みたいなものを出しましてね、そしてね「まあこの人何にも食べないと水あげましょうか」って言ったらね手を振るんです。それで一晩で、そしたらね父にね「前田さん悪いけどね三つが市帰りたいから汽車に乗せてもらえませんか?」って言われたんです。へさかは切符を買わなくてもね無人だから乗れるからへさかへ連れて行くよって父が言う。そしたら「お願いします」って言って朝5時に起きてね、またそのリヤカーにその方乗せてへさかへ行って、へさか汽車に乗せといてそれを見届けて帰ってきたい。そしたらそこへ長男が帰ってきまして、そしてその時ね宮島から宇品まで船で返したそうです。それで品がやられてるから家族なるものは帰ってみてこいって許可が出たから、宮島から宇品まで来て、宇品からもうずっと歩いて帰ってきたって。そしたら私たちの姿が見えたからほっとしたいって、それをね私に言って、もうねお姉さんの姿が見たしね、親父の姿が見えたからねほっとしたいって、まあ生きとるんじゃな思ってね安心したいってそう帰って言いました。そしてあくる日は父がそんなですから乗せて昼に帰ってくる、昼にその長男が帰ってきましたからね。そして今度あくる日には弟をね大で連れてってもしょうがないし病院がないから言って、また朝5時に起きてへさかまで連れてって弟を乗せて母の実家へ帰して、それから帰ってきて。神崎小学校の後で陸軍病院のあれができとるみたいだって言ったもんですからね。ほんでじゃあ勝子を見てもらおう。で母も腰と頭をやられてるから動けませんからね、私がリヤカーに乗って長男が自転車こいで私が抱いて行きました。そして陸軍病院ですから見ていただきました。そしたらここの傷を見られて、この中を通ったらどうかな言って他の兵隊さんに話して、ね、取らんわけにいかんから言って、それでピンセットで取られたのがガラスが横毛ダイヤのガラスって厚いガラスでしたら4個入って、そしたら中が動くのが脳の中が動くのが分かるんですよね。それでもそれでもじーっと歯を縛っても泣きもしないで私の体でじーっと捕まってたですね。そしてそれを抜いて赤チンつけて、そして注射をしてくれましたね。そしてその時初めて包帯をしてくれました。それで先生どうでしょうって言ったら「分からん」言って小さい声で首振られました。そしてリヤカーを置いて2人が入りゃいいんですけどね、置いてたらすぐ取られるんですよ。なくなるからリヤカーので連れてて「たーちゃんダメかもわからんって言われたよ」って言ったら
長男は黙って一言も言いませんでしたね。それから家帰って母がどうだったって言うから軍医さんがねダメかもわからんって頭振られたよって言ったらあそうか言ってその晩から痙攣が来ました。すっごい痙攣です。それでねもう10分おきぐらいの痙攣が来るんです。その痙攣来るためにね母と父が一生懸命でこうして撫でてやるんですよ。それでも止まらせてちょっと止まったかも止まった痙攣一晩中です。それでね父がその中から寝るところがないですからね畑にね板を引いてそれ柱を4本立ててそれが蚊帳移ってくれたんです。それで長男と私はその畑の蚊帳の中で寝たんです。それからずっと帰るまでその畑の蚊帳の中で寝たんです、長男と2人が。それでそういうようなもんですからね私たちはそこ行ってねとか一晩中あれしたって。それから今度来る日に痙攣が来たからもういっぺん連れて行ってくれるからまた2人が病院に連れて行ったんです。そしたら軍医さんが「もうダメですね」ってはっきり言われました。でその時にできればねもうちょっと生きさせてやりたい思うんですとしか言ったら「もうダメでしょ」諦めなさいって言われました。それでもそのこと私ね長男には言うことができませんでした。でダメかもねって言われたよってそれだけ言って長男もまたそれをしたことも言いませんでした。ダメでまた自転車こいで家帰りましてね。で母にね「お母さん気をつけてやってねダメかもわからん」って言われたからね「でも人間の寿命はわからんからねお母さん」言ったら「そうよ」で父もそれ聞いてましたね。でできるだけのことをしてやろう言ってそれからもうねタオルを絞ってきて体を拭いてやったりでもう「カツ子お姉ちゃん何か言って」って言っても何にも言わなかったです。で本当原爆の落ちた日にお父さんって言ったのがその子のこの世で最後の言葉でした。ですから私今でも子が生きてってくれたらどんなにか力になれただろうになと思います。ですからもう戦争は嫌ですね。もう悲惨なのは嫌です。父がこれぐらいな棺桶を作りましてねそして私が女学校のお休みのたんびに広島へ出てましたからね。で広島へ出たたんびに私のお布団の中に入って寝るんですよ。で私が大好きなもんですからね。で亡くなったお母さんの着物の派手なのをねあるからこれお父さんがね雫服でも着物でもいいから作ってやってくれって出したもんですから私が広島にいる間洋服縫ったりそれで着物縫ったりしてそうすると喜んで「これお姉ちゃん作ったのお姉ちゃん作ったの」言って喜んで着てましたからね。お母さんカツ子に作ってやったものはみんな中入れてやろうね言ったら「うんそうしよう」ってそれで「お父さんちょっと棺桶大きめにしてね」って母が言いましたからね。それでちょっと大きめなのをしてお洋服とか着物とかそしてね私がお化粧するとお化粧が好きでしたからね「きれいねかっちゃんお化粧してあげるよ」で「お姉ちゃんお化粧するからね」ってお化粧してきれいにしてしたら父が蓋をしました時に母がね「こんなに早く亡くなるんだったらねもうちょっとなんとかしてやれるんだったらね」って母がね一生懸命でカツ子の顔してありましたが「もうお母さんやめなさい」って私言ったんです。もう仕方ないやめなさい生き返らんのだから言ったら「そうだな」言ってでもうね長男も黙って長男は一言も黙ってました。それ今考えるとどんなにかね胸の内は辛かっただろうと思ってやります。でお父さんも辛かったでしょうけどさあどこで焼くかいうことになったら焼くところがないんですよね。そしたら有心寺のお寺の横が芋畑だったんですよ。あそこならいいだろう言ってそしてそのリヤカーにまた材木積んでそしてカツ子のあれを板を乗せてで父と長男とで私は焼くところは見たくないから行かないで母はもう動けませんからね行かなかったですけど畑穴を掘ってそれで木を積んでその上に乗せて火をつけて父が火をつけたそうです。でその時に長男が初めて涙こぼしましたね。
かわいそうじゃった言って、で私はそれのことがね今でも忘れられませんね。どういうふうにして焼けたのか。そしたら母がね「お父さんお骨はね一つも残らず拾って帰ってね」って母が言いましたら「うんそう思うとるわしもそう思うとる」ってこう前のまで全部拾った言って拾って帰ってきて、そして小さい骨箱に入れて帰りましたからね。4歳になるかならないかで亡くなったですからね。それが尋常の亡くなり方でないですからね。やっぱりいまだにあの子のことは忘れることができませんね。原爆が来るといつでもあの子があの時こうだったねって思い出しますね。そしたら父がね12日の日ね帰ってきてなんか15日に広島また大空襲があるということでそう言ってみんなの噂があるけ一斉でも早い田舎へ帰ろうかいう父が言いましたからね。母がね「そうしようまたこの上ねあれ怪我してけんけ帰ろう」言って、それから今度12日の日でです。それで姉は張工場保健婦ですから張工場政府から行ってましたからね。それであれは怪我なしに元気でしたから、それであれが避難してるところへ迎えに行って姉と私と母がリヤカーに乗って、それで父がこいで、それから持ってる荷物を取られてはいけないような荷物を袋に入れて、それでリュックサックを3つぐらい、そして今度積めないものは長男が自転車で自転車の荷台乗せて、それで父がリヤカーこいで長男が自転車で広島駅までどこを歩いたか分かりません。いろんなまっすぐ通れませんからね、道がないですから。そしたらね今から考えたら中広の方です。それで関羽の方です。それでこっち東の方もねこの6畳ぐらいな高さの大きさもこんなんです。それがね青い火がポロン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 燃えてるんです。それで私が母にね「お母さん火は何の木だろう?」って「何の火かね?」って私聞いたら「あれは人を焼いた時にリンが燃えたらああいう光が出るんだった」っていうか「人を焼いたらあんなリンが出るのね」言って。その時にお母さんじゃあたくさんの人が亡くなったんだね。そうだね。でそれで広島駅着いて、で私たち降ろしといて、で荷物の番1人で父とそれから長男がまた自転車とリヤカーを船で川口まで持って行って、それで倉庫に入るもの入れて、それで取られないように防空壕の下の中へ入れて、そして鍵をかけて、でそこから今度2人が歩いて広島駅出たら朝5時に駅まで来ました。それから広島駅から汽車に乗って今の庄原になりますけど高村元高村いました。そこが母の実家ですからそこへ帰りました。13日です。引き上げて書いた時にあんまり頭が痛いもんです耳もおかしいですから庄原へお医者さんが疎開してきてらして耳鼻科の先生に見ていただいたらこれ爆風でやられてるから治らないだろうってで今は少しは聞こえるけど年とともに全然聞こえなくなるかもわからないよって言って右の耳は聞こえませんしね。そういってだんだんとやっぱり障害が出るんですね。最近になってもう10年になりますけどね食道がんの手術をしました。それから腸閉塞になったりいろんな病気が出ましたね。でも結婚しまして最初の子供の時にね私が難産でやっぱり原爆のあれがあるんだろうって先生がおっしゃいましたね。お産に入ってから黄色なものをいっぱい戻したいって主人が言いました。黄色なもの何段かって硫黄みたいなの黄色なものを吐いたいって、それで先生がね顔よく向け顔よく向けって言われてその声が聞いてるんですけどなんでよく向け言われたのか戻しましたからね。戻した時主人が後で真っ黄なものを吐いたって言いましたからね黄色の佐々木さんが吐かれたようなものだったんかなっ
って体内にやっぱり少しは残ってたんかな、その時にそう言って話しましたね。ですから原爆怖いです。もう何年経っても次から次。安倍さんが憲法9条って言ってますけどね、私はもう金輪際戦争だけはしていただきたくないと思います。戦争は嫌です。ですから戦争のない平和な世界を望んでおります。でいろんな人が知った人憎し亡くしました。それで戦争に行った人、私のお友達も戦死して亡くなりました。それで身内もいまだに遺骨も帰らないのがあります。ですから戦争は嫌です。ですからどうかこのテレビをもしご覧になる方があったら戦争だけは反対していただきたいと思います。で安倍さんにも戦争をしないようにしていただきたいっていうことは伝えられるものなら伝えたいと思っております。はい、もう戦争は惨めですからそれだけです。小さいね45歳の男の子が泣きながらお母さんって泣きながら走った姿とかね、自分は怪我して血を流しながら赤ちゃんを抱いておっぱい飲まして行ったお母さんなんか見たらそりゃ惨めですよ。戦争ってねこれだけ惨めのはないです。ですから勝子が痙攣来て亡くなる時でも本当に見てたら身震いするほどかわいそうに思いましたね。もう痙攣来たらそんなこの世のものじゃないですもんね。ひどい痙攣でしたからね。だからやっぱりそして戦争ですから傷したら包帯もなしにゲートの前で帰ったり、それで今度神崎小学校ね離婚病院が出た時初めて包帯をしていただいて注射もしていただきました。ただそれだけがよかったなと思います。子に対してやれたことがね、最後にお注射でもしてやっていただいたいうこと、そうして白い包帯を巻いてやってくださったいうことは心から感謝しております。それ以上のものは何もないです。ですから何が欲しいとかどうして欲しいとかいうことでなし、戦争だけはやめていただきたいと思います。いろんな外国で打ち上げありますけどね、それを見るたびに広島にも戦争したらまたああいうことが起こるようになるんじゃないかなと思う。それは気にしております。ただ私は戦争のない世界があってほしいということだけ願っております。それだけ伝えていただきたいと思います。